タゼです。本日はストラテジーとして投資の振り返りと実習以降のシナリオを私個人の解釈を持って話していきたいと思います。なお今週は黒線にサインが点灯されていることからこれら銘柄を取り上げてドルストレートを除く形で見ていきたいと思います。はじめにこちらドル円になります。ドル円は今週切り返しとなりました。足元の相場ではこちらの11月12日週の高値から調整が見られておりGMMA の長期タワー付近での攻防が観察されています。そのような試合の中で今週の経線は比較的高いモメンタムを示した上での切り返しであったわけです。これを加味し次週以降のトライの参考としてまず上がこちらの11月19日週のスパイクローがつけた安値プライスが147円付近は抵抗ゾーンとしての機能を果たしやすいでしょう。一方下値の参考は昨年末の安値である140円付近までのトライは関の山と考えています。したがって次週以降のストラテジーとしまして様子見した上で上値の余地を見届けたいと思っています。次にユーロ円になります。ユーロ円は今週切り返しが見られました。足元の相場では昨年の11月26日週の反落から調整が見られています。とりわけその翌週である12月3日週の形成に対する4週のインサイドですから次週以降これを上下いずれかにブレイクした方向に対するモメンタム拡大は想定に入れるべきでしょう。ですから次週以降の変動レンジはこの週の、高安値として上が159円の後半一方下が153円の前半および安値を結んだメインの支持ラインというふうに見ています。したがって次週以降のストラテジーとしまして様子見しつつブレイクした方向次第で柔軟にストラテジーを考えたいと思います。最後にポンド円になります。ポンド円は今週切り返しとなりました。足元の相場ではユーロ円と相似している点として昨年の11月26日週の調整からその翌週である12月3日週のこちらのケースに対する今週含め4週のインサイドが観察されています。ですからブレイク待ちということになりますが今週のポンド円のパフォーマンスは直近相場加えて黒線全般の中で特に良かったためこちらの陽線つまりこのサインが本物であるといった蓋然性を次週以降の相場から確かめたいと考えています。それら加味して変動レンジとしましてはこちらも12月3日週の経線から上が186円の中盤そして下が178円の中盤このようにセッティングした上で上値の余地を見届けたいと考えています。これら踏まえ次週以降のストラテジーとしまして様子見した上で今後の動きを引き続き注視していきたいと思っています。最後にまとめになります。冒頭でも述べましたように今週はクロス円の切り返しつまり全面的に円売り相場となりました。特にこちらの円売りは長期相場からも一貫したトレンドを現在も踏襲していることから今後再び外貨買い戻しによる上昇も合理的であると考えています。一方2022年から直近相場の上昇そしてこちらの調整が一服されたかどうかについては個人的に懐疑的な視点を持っています。ですから今週の切り返しに関してもあくまで次週以降継続的に上値トライしていけるかどうかそういった点が焦点になると見ています。したがって新規エントリーはもう少し様子見をした上で今後の相場を追っていきたいと考えています。時刻は1月の6日朝の7時前後です。本日ご視聴いただきましてありがとうございました。